皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by Aya を聞いてくださってありがとうございます。今日は日本のパンについてお話ししたいと思います。パンが大好きな私が日本でよく食べられているパンや反対に日本であまり食べないパンなどについてお話しします。そして今日は上級者向けに自然な速度で自然な言葉を使って話します。スクリプトもあるので、よければ概要欄からご確認ください。では早速、皆さんに質問です。皆さんが日本のパンと聞いて思い浮かべるものは何ですか？外国の方にはコンビニの卵サンドが有名だと聞いたことがあります。そして、それ以外にも美味しいパンがたくさんあります。皆さんの中で日本と他の国のパンって違うのと思った方はいますか？そうなんです。日本のパンは少し違います。私は日本のパンも世界のどの国のパンも全部大好きです。ご飯よりもパンが好きです。毎日パン屋さんに行くほどのこだわりはありませんが、朝ごはんは絶対パンで、フランスには3回パンを食べに行きました。そんなパンが好きな私が、カナダに住んでみて気がついた日本のパンの特徴についてまずお話ししたいと思います。日本に限定する前に世界の話をすると、私は個人的にパンというものはアジアと中東と欧米の3つに大きく分けられると考えています。アジアのパンの中でも私が知っている中では特に日本や中国、韓国などの東アジアの国のパンは似ていると思います。白くて柔らかいパンが多い点が似ていると思います。日本のパンの特徴も白くてふわふわでもしっとりした生地だという点だと思います。しっとりというのは乾燥していない、水分量が少し多い状態のことを言う言葉です。ちなみに東アジアのパンの中だと韓国のパンと日本のパンはよく似ていて、中華系のパンは日本のパンと少し違って生地自体が少し甘いと思います。日本のパンは白くてふわふわだと言いましたが、バゲットやクロワッサンなどももちろん売っています。クロワッサンはとってもメジャーで、もちろんコンビニにありますし、パン屋さんなどに行けば、例えばバゲットとかサワードーとか、そういう固めのパンもあります。日本だとそれらの固めのパンをハード系と言いますけど、そういうハード系のパンもたくさん売られています。でもコンビニなどで売っているような定番のパンや日本にある昔ながらのパン屋さんなどではやっぱり柔らかくてふわふわでしっとりした白いパンが多いです。日本の食パンもそうですよね。食パンっていうのは白い形でスライスされていて、サンドイッチを作ったり、ジャムを塗ったりして、朝ごはんによく食べるパンですね。日本のスーパーで売られている食パンは、生地が白くてふわふわでしっとりしています。でも、カナダのスーパーで売られている食パンは、ふわふわではありますが、日本の食パンよりも少し乾燥している感じで、しっとりはしていません。そして、
も違うのは色です。パン生地の材料が違いますね。私が今住んでいるトロントは、もちろん日本のように白い小麦粉だけを使った白い生地のパンもありますけど、それ以上に全粒粉のパン、ホールウィートのパンですね。それとか、シードとか、雑穀穀物が混ざっているパンとか、そういったものが多い印象です。こちらに来たばかりの時は少しびっくりしました。もちろんこれまでも海外旅行に行ってきましたが、パンはパン屋さんで買うことが多かったですし、ましてやスーパーで食パンを買ったことがなかったので、食文化の違いに驚きました。皆さんの住んでいる国や町はどうですか？白い生地を食べるのが普通ですかね？トロントにある中華系や韓国系のパン屋さんも食パンは基本白いので、多分アジア圏は日本と似ていて白いパンが多いんだと思います。はい。続いてはパンの種類についてもう少し細かくお話ししていきましょう。トロントのスーパーでパンの売り場に行くと、食パンやロールパン、クロワッサンとかももちろんあるんですけど、パウンドケーキとかマフィンとかドーナツも同じ棚に売っています。日本でももちろんパン売り場に甘いものは売っています。そして種類が多いと思います。トロントだと甘いパンというと、さっきもお話ししたパウンドケーキとかの焼き菓子か、ドーナツか、あとはパイとかが多いイメージです。いちご、りんご、ブルーベリーとか、パンプキンパイもありますね。種類は同じで味を変えてるような感じです。それに比べて日本はもうとにかく種類が多いです。有名なもので言うとメロンパンとかクリームパン、あんパンとか、カナダのように果物やチョコレートだけじゃなくって、いろいろなもので作られた甘い味のパンがたくさん売られています。もちろん、いちごジャムパンとか、ピーナッツパンとかもありますけどね。そして、惣菜パンと呼ばれているしょっぱい味のパンもあります。とにかく種類が多いので、定番の日本のパンを厳選してご紹介しようと思います。まずは甘いパンからです。メロンパンからお話ししましょう。皆さん、メロンパンがどんなパンか知っていますか？想像できますか？これはメロンのような見た目のパンです。ふわふわとしたパン生地の上に甘いクッキー生地が乗っています。たまにメロンパンの中にメロンのクリームが入ってたりしますが、基本的にはメロンの味はしないと思うので、ただの甘いパンだと思って食べてみるといいかもしれないです。メロンの味がすると期待してしまうとがっかりすると思います。はい。続いて、あんパンですね。あんパンはふわふわのパンの生地の中にあんこが入っているものですね。これもとっても美味しいです。あと、個人的に私が今日本の甘いパンを思い出していて、食べたいなと思ったのがバタースティックです。これもまた日本独特のふわふわとした生地なんですが、バターが練り込まれているので、とてもしっとり、もっちりしています。そしてそのパンにはクリームみたいなものも練り込まれているので、しっとりもっちりした食感に加えて、ふんわりとした甘さも感じることができて、私は小さい頃から本当にそれが大好きです。はい。続いて、惣菜パン。しょっぱいパンですね。しょっぱいというのは塩の味を表現する言葉で、甘いと反対の意味になります。ピザとかホットドッグとか、日本ではしょっぱいパン。
惣菜パンの中の一つになります。では、惣菜パンの中で日本独特のものについてお話ししていきましょう。多分、一番有名なものはカレーパンだと思います。カレーパンはカレーが中に入っているカリカリに揚げたパンですね。これもコンビニやパン屋さん、スーパーなどどこにでもあります。あと、日本独特のパンで、かつ私が好きなものは、焼きそばパンとコロッケパンです。焼きそばもコロッケも日本の食べ物なので、多分他のアジアの国にもないかなとは思うんですけど、ホットドッグ用のパンにソーセージじゃなくてコロッケか焼きそばが挟まっているものですね。すごい食べ物ですよね。パンと麺、もしくはパンとじゃがいも。炭水化物だけのパンです。とっても栄養バランスが悪いんですけど、なんかちょっと昔ながらの味というか、懐かしい味がして、私はとっても好きです。ここまで日本はパンの種類がたくさんあるよというお話をしてきたのですが、今度は海外の人が日本でパンを買おうと思った時に困ることについてお話ししたいと思います。それは白くないパンが少ないということです。先ほどもお話しした通り、スーパーに売っているパンは基本的に白い生地なんですね。つまり全粒粉のパンとか雑穀が混ざっているパンとか、あとはサワードーとかですね。そういったものはなかなかスーパーには売っていないです。たまに全粒粉のパンとか、あとは米粉でできたパンも見かけますが、ほとんど見かけないです。そういったものを買おうと思うと、パン屋さんに行くしかないと思います。でも特にサワードーは日本のパン屋さんでもなかなか見つからないと思います。少しおしゃれな雰囲気のヨーロッパのパンを中心に作っているパン屋さんを探して、そこに行く必要があるかなと思います。もちろん白いパン、日本のふわふわしたパンもとっても美味しいので、ぜひ海外の方にも食べていただきたいなとは思うのですが、健康のためとか体調のためにとかで雑穀とか全粒粉のパンがいいよという方には少し大変かな、不便かなと思います。はい。どうでしたか？ここまで新しい発見はありましたか？日本に行ったら食べてみたいパンは見つかりましたか？パンのお話はここまでにして、最後に食パンに塗るものについてお話ししたいと思います。皆さん、食パンには何を塗りますか？ジャムとかピーナッツバターとかありますよね。私はヌテラが大好きです。日本にももちろんジャムやピーナッツバターはあります。でも少し面白いものもあります。まず最初にこれは私もびっくりしたのですが、日本で売っているピーナッツ味のパンに塗るものは甘いです。ピーナッツバターは日本ではあまり一般的ではなくって、ピーナッツクリームを塗ります。なので甘いんです。私はカナダに来てパンに塗るためにピーナッツバターを買ったのですが、甘いどころか少ししょっぱくてびっくりしました。そして私実は食べたことはないんですけど、もっと変わったものがあります。日本にはカルディという名前の世界中の食品が売っているお店があるんですけど、そこではカレーパンのスプレッドとかメロンパンのスプレッドとか売ってるみたいです。食パンに塗ってオーブントースターで焼くと
そのスプレッドの表面がカリッとしてカレーパンやもしくはメロンパンを食べているようになるそうです。それ以外にも似たようなものはいろいろな場所に売っています。皆さんご存知のドン・キホーテだったり、もちろんスーパーマーケットにも売っているんですけど、カルディのものがとても美味しくて有名だと聞きました。ちなみに、食パンに塗ってトーストってどうやってやるのと思った方いるかもしれませんが、実は日本のパンを焼くためのトースターは、パンを水平にしてトレーに乗せて焼くものなんですね。欧米だとパンを垂直にトースターに差し込むものが一般的なイメージなので、日本は少し違うかもしれません。オーブンでもできると思うので、もしご興味のある方は、日本旅行に行った時にお土産として買って持ち帰って試してみてください。はい。あと、これも少し変わっていますが、生クリームも塗って食べることがあります。これは生クリームだけというよりかは、フルーツと一緒に食べて、フルーツサンドとして食べるんですね。これもコンビニで売っていますね。変わったサンドイッチと言ったらいいんでしょうか。これも海外の方にとても有名だというふうに聞いたので、もしよかったら皆さん試してみてください。はい。どうでしたか？日本のパンの特徴から日本にしかないパンに塗るスプレッドまでいろいろなお話をしてみました。今日お話しした以外にもこれ美味しかったよっていうおすすめがあればぜひぜひコメントで教えてください。そして日本以外の国でも私この国出身だけどこのパン本当美味しいから食べてみてみたいなおすすめもあれば、それもぜひぜひ教えてください。今日のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあれば、ぜひコメントをしてくださいね。では、次のエピソードでお会いしましょう。またねー。